こんにちは、ジャパニーズポッドキャスト with ヨンのヨンです。皆さんお元気ですか？このチャンネルでは N2、N3 レベルの日本語で心がふっと軽くなるお話をお届けしています。はい。さて、今回のテーマは、日本人女性は外国人と結婚したいの？というテーマについて私の体験談を踏まえて皆さんとシェアしていきたいと思います。はい。皆さんはどんなイメージがありますか？国際結婚している夫婦やカップルは親戚や友達の中にいますか？ YouTube や SNS、Instagram を見ていると、ちょっと国際結婚ってなんかキラキラしたイメージがありませんか？私も少しちょっとキラキラしたイメージを持ちます。皆さんはどうイメージしますか？もし自分の周りに国際結婚、国際カップルがいたらちょっとわかるかもしれないんだけど、現実的に起きていることってそういうキラキラしたことだけじゃなくて、ちょっと複雑で泥臭いこともあると思います。ここで最近面白いデータを皆さんとシェアしていきたいと思います。2024年に日本人女性と韓国人男性の結婚件数は前の年と比べて 40% も増えたみたいです。合計すると1176件。これは過去10年間の間で一番多い数字みたいです。最近日本では K-POP がとても流行っていたり、マッチングアプリなどを使えることになったので、出会いが簡単になったっていうことも、その国際結婚のハードルが下がった原因と言われています。そして日本と韓国の経済的なバランス、例えば GDP とか、あと賃金とかがだいたい一緒ぐらいになってきた、だいたい似てきたっていうのが原因としてもあるそうです。でも私はこの国際カップルが増えれば増えるほど悩みも増えてくると思います。もちろん幸せも増えてくると思いますけどね。皆さんの国ではどんな出会い方がありますか？例えばアプリで出会うのが普通ですか？それとも友達が紹介してくれますか？それとも親が紹介してくれますか？紹介というのは誰かが誰かにこの人いいんじゃないということです。これを紹介と言います。実は私がこのテーマを選んだのには強い理由があります。私の家族の話をすると、私の父は韓国人で母が日本人です。私はこの国際結婚、韓国と日本の国際結婚した夫婦を子供の目線で20年以上ずっと見てきました。そして私自身どうなっているかというと、フィリピン人の婚約者がいます。もちろん彼と結婚する予定ですが、日々コミュニケーションをする中で自分を取り巻く環境、自分の周りの環境と彼の環境がいろいろ違いますので、国際結婚をするとか国際恋愛をするって確かにうわー羨ましいと思うことがある反面、確かに私もこんな一面があるとか、例えばすごく優しいとかね、そういうことに関してはうわ全然違うなと思ったこともある反面、そんなにキラキラしたものだけじゃないかなと痛感しています。痛感するという意味はそれを深く感じているという意味です。例えばビザのこととか仕事のこととかお金のこととか子供をどこで育てるかなど考えることがたくさんあります。もちろんそれを考えることが
楽しい時もあります。例えば、どこの国で住もうかとか、どんな場所で住もうか、どんな家で住もうかとかね、何人子供を産みたいかとか、ちなみに私は5人ぐらい子供が欲しいと思っています。皆さんは何人子供を持つとしたら欲しいですか？ね。そして私は今年の7月をめどにフィリピンのマニラに引っ越す予定があります。それは大好きな彼と一緒に住むためです。彼は日本とフィリピンのハーフで、私より1歳年上です。私が25歳で、彼が26歳です。実は彼は 100% フィリピン人ではなくて、ハーフなんです。彼のお母さんは日本人で、彼のお父さんがフィリピン人なんです。そしてマニラで日本の企業の IT 企業で働いています。こういう現実があるところで、私の正直な気持ちを皆さんとちょっとシェアしていこうと思います。ワクワクするとか楽しみな気持ちももちろんありますね。新しいやっぱり環境に行くので、その慣れない環境に、あとは見たことがない環境に好奇心が湧いてワクワクする気持ちももちろん本当にあります。好奇心というのは、あれ興味ある、あんなものがあるんだみたいな感じの気持ちのことです。私がフィリピンに行った時にはこのことに好奇心を持ちました。フィリピンにはジプニーというバスがあって、バスというかなんて言うんですかね、なんて表現したらいいかわからないんですけど、ジプニーという乗り物のバスみたいなものがあって、それにどこからでも乗ることができるし、どこで降りても大丈夫っていうバスがあって、それは時刻表とか時間が決まっているわけではなくて、このメインのストリートにいつも走っていて、おいおじちゃんどこに行くのって言ったら、あそこの駅まで行くよって言うから、じゃあ乗ってお金を渡して、で降りたいとこで降りれるっていうスタイルなんだけど、こういうスタイルは日本にはあまりないので、すごくそれには好奇心が起きました。そして私がそのジプニーのバスで一番驚いたことは、すごくそのジプニーのバスって大きいですけど10人とか乗っているんですよね、当たり前に。なのでたまに赤ちゃんを連れたお母さんとかが乗ってくることがあるんですよ。その時はさすがに私も驚きました大丈夫かなって。これは普通みたいですけどね。こんなワクワクする気持ち、好奇心の気持ちがある反面、ある反対側で、不安な気持ちも正直あります。ちょっとどころじゃなくて、結構あります。例えばビザの手続きとかお金のこととか、マニラで私がどうやって働くかとか考えることがたくさんあります。考えることが山積みです。たまに夜不安で眠れなくなることもあります。不安で夜眠れなくなりそうな時は、私はジャーナリングをしています。紙に自分の正直な気持ちを書きます。そうすることで自分の本当の気持ちが見えてきて、私が何に怖がっているのか、私が何に対して不安を抱えているのかを自分で視覚的にっていうのは見てという意味です。視覚的に分かることができるのがすごくいいなと思っています。もし皆さんも新しい環境に飛び込む前に不安を感じるときは、ぜひ紙に自分の正直な気持ちを、自分をブロックせずに、こんな気持ち感じちゃいけないんだ、
こんな不安感じちゃいけないんだと思うのではなくて、その自分の本当の気持ちを紙に書いてみてください。心が結構軽くなると思います。そんな眠れない夜も私にはあります。皆さんも不安で仕方なくなることありますか？特に新しい環境に行く前に私はよく不安になります。例えば何かを選択するということは何かを捨てないといけないのかなと最近は考えています。例えばフィリピンで暮らしたい、フィリピンで彼と一緒に生活をスタートしたいと考えたときは、日本でのこの快適な生活というのは捨てないといけないですよね。一回置いておかないといけないものですよね。なのでこういう私の内側にあるこの不安というものや恐怖をどういうふうに私が感じて生きているのかということを、もちろん映画とか YouTube とかで憧れとか理想的な場面が国際結婚では見ることが多いと思うけど、その私の心の中にあるものも踏まえてこれからお伝えできたらいいなと思います。私が今国際結婚で直面しているもの、そして私の両親、お父さんとお母さんが乗り越えてきたもの、この国際結婚のリアルな苦労とそれを超える幸せについてお伝えできたらいいなと思います。今通勤中の方も、朝ごはんを食べている方も、夜寝る前の方も、家事をしながら聞いている人もいると思います。もしかしたら日本で留学したいとか仕事をしてみたいと思っている人もいるかもしれません。またはリスニングの勉強をしている人もいると思います。どこの場所にいても隣でコーヒーを飲んで友達とおしゃべりしている感覚で聞いてほしいなと思います。じゃあさて、私たちはなぜ外に目を向けてしまうのかについてちょっと考えてみました。なぜ日本人が日本人同士で結婚するのではなく、日本人と外国人が結婚したり、あとはカップルになったりするのかについてです。これはちょっとメディアの影響があるのではないかなと思います。例えば韓国ドラマのストレートな愛情表現、例えばサラヘヨとかね、あとはハリウッド映画の I love you とかね、見て、うわー、こんなに素敵な言葉を言ってくれるんだと思う人もとても多いです。例えば今日本では、他の国でもそうかもしれないけど、日本では韓国ドラマがめちゃめちゃ人気です。皆さんの国では韓国ドラマ人気ですか？そしてこの韓国ドラマの影響で韓国人男性に対して強い、イメージ、憧れ、いいイメージが日本人の中には、日本人のその韓国ドラマを見ている人の中には多く思っている人がいます。例えば韓国人の男性は優しくてリードしてくれるみたいな感じです。私の父は韓国人なので、母が妹の部活の集まりに行った時にこんな言葉を言われたことがあるそうです。お父さん韓国人？いいな、優しいんでしょ？こんな感じです。母はその友達の話を私に、優しいんだけどねと、それはイメージの方が強いかもねというニュアンスで私に伝えてきました。こんなことが結構日本では多いです。あとは空気を読まないといけなかったり、日本の社会に生きていると空気
を読まないといけなかったり、あとは言わなくても分かってよっていうこの文化に馴染めないとか、あとは性格的にそのストレートな文化の方が合うっていう人も多いです。なのでこの主体的っていうのは自分が自ら進んでするっていう性格のことなんだけど、この主体性っていうものに日本人の女性はすごく惹かれてる部分があると思います。皆さんの国ではデートをするとき何を食べたいって聞かれたらなんて答えるのが正解ですか？何でもいいよっていうのか、今日はピザが食べたいとかね、ハンバーガーが食べたいとかいうのが正解ですか？正解ってないと思うけど、どんなことを言ったらいい評価につながりますか？そういうのってありますよね。まあぶっちゃけ何言ってもいいと思うけど、私はちなみに結構主体的な人間です。主体的な人間。自分から動くタイプ。なので自分の相手には主体的な性格があまりなくてもいいかなと思っています。皆さんはどんな性格がその結婚相手とかパートナーに求めますか？どんな部分があったらいいなと強く惹かれますか？魅力に感じますか？日本にはこんな言葉がありますよ。隣の芝生は青く見えるってこと。それは意味は隣のものはなんかめっちゃよく見えるということです。人にはいいところもあるし、もちろん悪いところもあると思います。悪いところだけある人間もいないし、いいところだけある人間もいないと思いますので、自分の性格に合う人を選んでいったらいいと思います。皆さんには理想の結婚相手とか、理想の相手の性格とか、こんな性格がいいなみたいなありますか？私はそうでな、相手に望むこととしてはやっぱり一番大切なのは優しさだと思います。優しさって例えばカップルの時だったらいくらでも優しさって作れるというか、なんか作える、そのクリエイトっていうか、その見せることができると思うけど、もし結婚したり子供ができた時、そして将来おじいちゃんとおばあちゃんになった時に、例えばどっちかが病気になった時とか、これは最悪なケースだけど交通事故にあったりとかね、することもあるかもしれないじゃないですか。人生なので。そういう時にやっぱりいかに支え合えるか、お互いのことを支え合えるかっていうことがやっぱり私の中では一番大事です。皆さんはどうですか？私のコメントでシェアしてみてくださいね。はい。ここから話すエピソードは私とそのフィリピン人の彼のエピソードをちょっとシェアしたいと思います。こんなシーンがありました。フィリピン人の彼が私に告白してくれるシーンです。場所は水族館でした。水族館で魚を見て、イルカのショーを見て、はい、じゃあいい雰囲気になったよねっていうところで外に出ました。外は海がありました、ね、海の近くを2人で歩きました。その時に彼が一つの手紙を私に渡してくれました。私はその時心の中で、うわー、告白してくれるのかなと思ってワクワクしました。どんなことを言ってくれるんだろう。ドキドキしました。そしたら彼は何て言ったと思いますか？
この手紙今渡すから自分で読んでくれないと私に渡してきました。彼は全然私の方向を見ていませんでした。海の方向を見ていました。これは恥ずかしくてだと思います。顔を赤くして横を向いているんです。このシチュエーションのことを照れくさいと言います。照れくさいこと。例えば、こんなシーンで使います。例えば、親にありがとうというのは照れくさいとか、親に愛してるというのは照れくさい。親とハグするのは照れくさい。こんな感じで使うことができます。そのね、一回戻るけど、その場面で、自分で読んでくれないって言われた時に、私は大きなツッコミを心の中でしました。ツッコミっていうのは、そのことに対して、なんでやねんって自分の意見をちょっと言うことなんだけど、こんな感じで思いました。これって普通あなたがこんな大切なシーンだから私に読んでくれるものじゃないのって。日本では告白といえば相手にしっかり言葉を伝えるというのがこの誠実さが現れると思われていて、ちょっと理想的とされているんですよね。でも彼は自分の気持ちを言葉にするのがちょっと照れくさかったみたいで、手紙に全部書いて、それを私に自分で全部読んでと私に託してきました。私に言ってきました。これを聞いている皆さんはどう思いますか？自分から言ってよと思いますか？それとも恥ずかしがり屋で可愛いなと思いますか？このシーンで私は面白いなと思いました。だって性格が全然違うからです。私は主体的な人間ですので、あまり恥ずかしさ、もちろん恥ずかしいなって思うこともあるけど、たくさん感じることは少ない性格なので、このシーンを見て面白いなと思いました。実は彼とは性格が真逆なんですよ。私の性格はとても見てもらったらわかるかもしれないんだけど、明るくてちょっと行動するタイプで、そして冒険家、そして好奇心が強いという性格なんだけど、彼は静かなんですよ。そして彼は静かで論理的な人間だと思います。仕事は IT プログラマーですので、私は日本語を教える仕事ですよね。全然違います。この前面白いエピソードがありました。理想の部屋について話した時に、私はちょっとこんな感じのね、明るい部屋が好きなんですよね。なのでこういう感じの明るい部屋のスクリーンショットを彼に LINE で送ったんですよ。そしたら彼はどんな理想の写真を私に送ってきたかというと、真っ黒なシックなタイプの部屋を私に送ってきました。私はそれを見ても性格が本当に真逆だなと思いました。皆さんは真逆ですか？皆さんの夫婦とかカップルは逆ですか？それとも似ていますか？どっちの方がいいとかはないと思うんだけど、私は私にないところを彼が持っていて、彼にないところを私に持っているこのデコボコした関係がこれからの将来にたくさん役立つと思っています。皆さんはどう思いますか？そしてここから学んだのは、愛情表現の形は国によって全然違うっていうことです。彼は
フィリピン人ですが、フィリピンってこんなイメージありませんか？ちょっと情熱的で、I love you とか結構言うみたいな。まあでも彼を見て思うのは、その国民性がそうだから彼もそうだっていうことではなくて、まあ彼なりに一生懸命日本語で思いを伝えようとして手紙に書いたというところが一つの愛情表現ですし、恥ずかしさに勝てなくて手紙を選んだというのも彼の立派な愛情表現だと思います。最初は私はなんで自分で読んでくれないのって思ったんですけど、まあ彼の恥ずかしい部分を見たり、言えないというこの恥ずかしさが出ている瞬間、そのシーンを見た時に、この人は私のことを本当に考えてくれてるんだなと思いました。その時に心がふっと軽くなりました。つまり、何が言いたいかというと、人によって本当に愛情表現が違うっていうことですね。もちろん日本人同士のカップルとか夫婦でもそれぞれ愛情表現が違う。ましてやっていうのは日本人同士でも愛情表現が違ったりするのに、外国人のと日本人のカップルだったらもっと違くなる。ましてや、と思います。だけど大切だと思うのは背後、この愛情表現って親とかの姿を見てその自然に学ぶものじゃないですか。だからその人の愛情表現を愛情だと受け入れることが大切だと思います。皆さんはこの国際夫婦とか国際カップルにおいて何が一番大切だと思いますか？そしてあなたにとっての愛情表現って何ですか？あなたにとっての愛情を感じる瞬間って何ですか？私が愛情を感じる瞬間は布団をかけてもらう時です。私の両親は私が寝ている時に布団からはみ出て寝ていることがよくあるんですね。その時に布団をよくかけてくれました。これは私が愛情を感じる行動のうちの一つです。皆さんは何が愛情を感じますか？国際恋愛の理想は I love you とか愛してるよっていうこの派手な言葉ではないのかもしれないです。まあこの水族館のエピソードのようにちょっとかっこ悪くて恥ずかしくても一生懸命な姿にあると思います。文化の衝突、文化がぶつかる、日本とフィリピンの文化がぶつかる、愛の伝え方が違う、こんなことが国際夫婦とか国際カップルではたくさんあります。じゃあ本当の幸せって何なんでしょうかね。本当の幸せ、世間体があります。日本では世間体という言葉がありますけど、例えば国際結婚をするときに親から反対されるんじゃないかとかね、友達からちょっとその国の人と結婚するの大丈夫？お金とか大丈夫？って思われたりとか、苦労するよ国際結婚はと言われた時の心の葛藤とかもあります。世間体というのは周りの人にどう思われるかということです。これを世間体と言います。日本ではこの世間体を守ることがすごく大切です。皆さんの国ではどうですか？皆さんの国では世間体が結構強いですか？それともあんまりないですか？あとは最近はちょっと結婚に対する考え方がちょっとずつ変わってきています。日本人だからとか外国人だからというこのフィルターを外れてきているなと私は感じています。
昔はそういうこの国の人と結婚するのっていうのが強くあったみたいなんですけど、特に韓国と日本は昔すごく仲が悪かったですから、そういうのが昔は本当に強かったと聞いています。だからそう考えると、私のおじいちゃんとおばあちゃんは私の父と母の結婚をよく受け入れたなぁと思います。例えば私のおじいちゃんとかおばあちゃんの世代で国際結婚を受け入れるってとてもすごいことだなと思います。まあもちろん初めのうちは受け入れられて、でもだんだん文化の違いとか仕事とかお金に関する価値観の違いでちょっと険悪悪い関係になっちゃったこともあるらしいんですけどね。まあ結局、私のこのエピソードをまとめると、何が大切なのか、パスポートの色は大切なのか、ビザが大切なのか、お金が大切なのか。もちろんお金大切ですね、生活しないといけないですから大切だと思うけど、何が一番大切かと思いますか？私は一緒にいて心が楽になるかどうかが一番大切なことだと思います。例えば大きな喧嘩をしても大変なことがあっても、次の日に笑ってコーヒーを一緒に飲めるかどうかとか。だって人生っていいこともあるし、大変なことも逆にあったりするじゃない。だから大変な時にいかにふっとお互いが楽に生きれるかということが、どこの国かということよりも大切だと思います。はい、まとめます。日本人女性は外国人と結婚したいのか。答えは新しい自分と出会えるからなんじゃないかなと私は思っています。外国人と結婚することで違う文化にぶち当たることになります。その中でこれまで自分に出会ったことない自分と出会うこともあるかもしれないです。そういう好奇心が強い人、私みたいに好奇心が強い人が国際結婚をしているんじゃないかなと思います。あと性格的に明るくていろんなことにチャレンジしたいという人、あとは日本のこの世間体とかルールを守ることがちょっと苦手な人が外国人と結婚したいんじゃないかなと私は思います。はい、最後に皆さんに質問です。みんながパートナーに求める絶対譲れない条件って何ですか？ぜひコメントでシェアしてね。では今日も長いエピソードを最後まで聞いてくれて本当にありがとう。実は最近 Spotify や Apple Podcast でも配信を始めたから、ぜひ通勤しながらとか家事しながら聞いてみてね。概要欄のリンクに貼ってあるから、こちらからフォローよろしくね。ではまた。今週1週間も皆さんの1週間がとてもハッピーで喜びあふれてリラックスできる1週間になることをこちらから祈って今日のポッドキャストを終えていこうと思います。じゃあ最後まで見てくれて本当にありがとう。じゃあそしていつもコメントをくれる方本当にありがとう。いつも全部読んでます。じゃあまた次のエピソードでお会いしましょうね。バイバーイ。